アルモッバムです。2020年になりましたね。皆さん、明けましておめでとうございます。今年は僕個人としては本当に勝負の1年になりますので、どうかね、引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、ということでね、年内にラッシュかけたんですけど、1万人達成することができなかったということで、それはね、潔く僕の努力不足だったということで、今日からね、皆さん約束通り、ヒューストン・ロケッツとジェームス・ハーデンのファンになりますよ、1ヶ月間。なんで今日赤いでしょ、俺。ヒューストン・ロケッツカラーですよ。決意の表れですよ。全然ダラス・マーベリックスなんてチームのこと知らないっすよ、本当にもう。今日の試合でセスカリーが25点取ったことなんて全然知らないですし、クラッチタイムでドンチッチがね、立て続けにスリーを決めて31点取ったことも全然知らない。全く知らない。いやいや、なわけないじゃないですか。イメージとしては皆さんもあるでしょ？ほら、元カノのインスタをちょっとね、チェックしちゃうみたいな感じですよ。いや、俺は絶対やんねえぞ。はい、ってなことでイントロはこれぐらいにしといて、今日はですね、最近何かと話題になってるカール・アンソニー・タウンズのトレードの噂について話していきたいと思います。チャンネル登録も忘れんなよ。では、カール・アンソニー・タウンズはミネソタ・ティンバーウルブズが2015年の NBA ドラフトで1位指名をしたフランチャイズビッグマン。現在24歳という若さながらオールスターにすでに2度も出場。そういえばオールスター出場を決めた時の彼と彼の家族の喜びようはなんだか見ててこっちも嬉しくなりましたよね。リバウンドも強く、中でも勝負できる力強さを持ちながら、今シーズンなんと 42% の成功率を誇る正確なスリーポイントショットを持ち合わせている新世代型ビッグマン。アンソニー・デイビスやジョエル・エンビードなどのビッグマンの鍵に隠れがちですが、僕はオフェンスに関してカール・アンソニー・タウンズがリーグ一番のビッグマンだと考えています。そんなタウンズが所属するウルブズですが、ここ数年ジミー・バトラーがいた2017-18シーズン以降、プレーオフを逃し続けています。今シーズンも成績は好ましくなく、ウエストの下から5番目という位置に現在つけております。チームメイトのアンドリュー・ウィギンズは期待を上回るシーズンを送っていますが、状況としてはタウンズのワンマンチームであるということに変わりはありません。タウンズがこの状況を好ましく思っているはずもなく、このままウルブズがキャットを満足させる補強を行えなければ、当然遅かれ早かれ愛想をつかされ出ていかれる未来はもうそこまで来ています。そんなオールスタービッグマンの状況をこそこそと伺っているチームが数チーム現れてきました。ちなみに画像はコナンの黒い人です。僕は昔こいつが怖くて、夜にコナンを見終わった後はトイレに行くとき必ず弟を同伴させるという意外と可愛らしいエピソードを持っています。だろう、なことはどうだっていいだろうがよ。たとえ俺がホームズだろうと解くのは無理だろうぜ。カール・アンソニー・タウンズの移籍先を正確に読み取るなんてことはな。はい、今日もね、ランに告白するテンションで工藤新一にダメ出しをされてしまいましたが、まずは1チーム目、ゴールデンステート・ウォリアーズ。実はこのチーム双方で狙い合ってるみたいですね。なんでかっていうと、ディアンジェロ・ラッセルっていうのはカール・アンソニー・タウンズの一番の友達。それは持ったかもしれないね。と言っていいぐらいの友達。今シーズン開幕前、スラム氏のインタビューにお互いがどんだけ一緒のチームでプレーしたがってるかを話していましたね。全く話変わるんですけど、みんな SNS にこういう女子いない？なんかほら、ちょっとだけ向こうの席に座ってる男の袖あたりがチラッとちらつくぐらいの画像を投稿するやつね。俺それだけでさ、お前するならしる、しないならしない、アメリカ人みたいにお前パッとさらけですからどっちかにしろよバカ野郎って思ったんだけど、早口になっちゃったね、ごめんね。タウンズはこの顔で匂わせ系男子なんで、以前 SNS にこのようなね、ディアンジェロ・ラッセルといえば D ローディングというあだ名で有名ですけど、こんな感じの画像を投稿しててね、どんだけお前らプレイしたいんだよっていう。現実的にあり得るトレードのパッケージというと、ゴールデンステートウォリアーズの来年の1巡目指名権、そして以前僕の動画でも紹介した今シーズン大活躍中のルーキーエリック・パスカルあたりは、もっともっと必要でしょうけど、最低でもね、この2つは必ず入ってくるかと。ウォーリアーズの中でディアンジェロ・ラッセル、そしてカール・アンソニー・タウンズの共演を試みるというね、恐ろしいですね。考えたくないですね。これに加えてクレイ・トンプソンとステファン・カリーも入ってきますからね。怖いな。このトレードはもちろん逆もあり得て、ウルブズが頑張ってディアンジェロ・ラッセルを獲得してタウンズの引き止めに走るということもできます。もしそれを実現させるためには、ウルブズは大量の指名権、今シーズンのポール・ジョージのトレードぐらいのね、指名権を出さなきゃいけないと思いますけど、それでもね、タウンズ引き止めの大きな一手となるので、それもかなりあり得ると思うんですけど、ゴールデンステートウォリアーズはね、今から再建というよりはもうね、トンプソン、カリー帰ってきたら勝ちたいと思うので、指名権なんかチンタラやってらんないと思うんですよね。それをまたうまく使うって可能性もありますけど、ウォリアーズがラッセルを出すとしたら、カール・アンソニー・タウンズ自身とのトレードという形になるんじゃないかなと思ってます。これはもしタウンズがウルブズにトレードを要求して、もう引き止めることがどうしようもできなくなって、いろんなチームからのオファーを検討した結果、ウォリアーズのオファーが一番いいと判断された場合に起こるって感じなので、タウンズ獲得のためにもっと出せるチームっていうのはね、他にもいると思うので、これは今のところね、可能性は低いのかと。2チーム目、ニューヨーク NEXT。 笑っちゃダメだ、笑っちゃダメだ、笑っちゃドラフトでザイオンも取れず、
狙っていたカイリー・アービングとケビン・デュラントに同じニューヨーク市内のブルックリン・ネッツに逃げられるという近頃散々なニックスがタウンズの獲得にどうやら興味を持っているようです。タウンズはニックスの本拠地が近いニュージャージー州で育ち、子供の頃は熱狂的なニックスファンだったそうです。キャリアのどこかで自分の生まれ育った土地でプレーしたいと考えるプレイヤーはかなり多いですから、チーム状況としては見通しが悪いですが、そんなニックスを変える救世主になろうと地元に戻るっていう可能性もあり得るという話ですね。3チーム目、ボストン・セルティックス。今のカール・アンソニー・タウンズの状況は元ティンバーウルブズのレジェンドケビン・ガーネットの状況に近いものがあります。シーズン MVP を獲得するほどの選手であったケビン・ガーネットの周りに優勝を狙えるメンバーを揃えることができなかった当時のウルブズ。ケビン・ガーネットはボストン・セルティックスにトレードされ、レイ・アレン、ポール・ピアースと共に伝説のビッグ3を形成。移籍したその年に悲願の NBA チャンピオンになりました。もしかつての KG のようにタウンズがセルティックスに移籍して優勝したら、ミネソタファンとしては多分トラウマになっちゃいますよね。当然タウンズを獲得するためにはセルティックスも相当用意しなければいけなく、必ず多分出さなくてはいけなくなるのはスモールフォワードのジェイソン・テイタムですね。テイタムは態度や練習への姿勢にも全く問題がなく、そもそも元をたどればマーケル・フルツが1位指名を予想されていたドラフトでわざわざ3番目に周りからいろいろ言われながらもトレードダウンして、そして大正解だったプレイヤーだったので、よほどのことではテイタムを出さないと思いますが、カール・アンソニー・タウンズはそのよほどのことレベルのプレイヤーですので、かつていろいろな動きでボストンファン、いや NBA ファンを驚かしてきたダニー・エインジならば、この構想も頭の中に今あるのではないでしょうか。もちろんテイタムの他にもゴードン・ヘイワードを追加しなければいけないかもしれませんし、セルティックスの若手で価値のあるセンターのロバート・ウィリアムズ3世、元パーデュー大のスリーポイントの化け物カーセン・エドワーズも話の中に入ってくるでしょうし、マーカス・スマートなどの鍵となるベンチプレイヤーも要求してくる可能性だってあります。とにかくタウンズを獲得するためには莫大な対価を払わなければいけませんが、セルティックスはこのトレードでミネソタ側に多くの恩恵がある対価を用意できる NBA でも数少ないチームの一つとなっております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。僕個人としては、やっぱカール・アンソニー・タウンズのトレードっていうのは AD のトレードと同じように NBA 全体をね揺るがすものになると思ってるので、ここはウルブズさんにね頑張って引き止めてもらって、僕はカール・アンソニー・タウンズが引っ張ってるウルブズをずっと見てたいので、頼むぜウルブズ、今が肝心なところだぞ、絶対ウォリアーズなんかに渡しちゃダメなんだ。はい、ってなことで新年一発目の動画となりましたが、皆さんはタウンズのトレードの噂についてどう思いますか。いろいろね思うところあると思いますから、ぜひコメント欄にね残していってください。僕個人としてはね本当に勝負の一年になりますので、皆さんも同じだと思うんですけど、ぜひね応援のほどをよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないでくださいね。それじゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。